さあ、小松交通です。今回も最後までお付き合いください。私は今、博多駅にいるわけなんですけども、これの一つ前の動画で、東京駅からこの博多まで、在来線、しかも各駅停車のみでやってきたというところで、すでに東京駅出発から1日と15時間半かかっています。日本は狭いなどと言われていますが、そんなことはない。めちゃめちゃ広いです。で、この博多が別に旅の目的地ということではなくて、これから対馬を経由し、韓国を目指します。東京から韓国を目指す人は一番手っ取り早いのはもう飛行機でバーンって行ってしまうことですけども、今回その日本と韓国の国境というか陸のつながりというのを感じたいので、途中の対馬という島も経由して、そこから韓国を目指していこうということで、よろしくお願いいたします。さあ、この博多駅から対馬に行くためには、まずこのバスに乗ります。路線バスです。この東京駅から乗り物を数えてもう20個目になります。西鉄バス99系統博多ふ頭行き、こちらで博多港を目指します。次は対馬1丁目西日本シティ銀行本店別館前。この大きそうでそんなに大きくもない絶妙な大きさの博多ポートタワーの横目にこちら博多港のターミナルがあります。五島列島という川口春奈さん出身の離島がありますけど、そっちに向かう船もあって、で私が乗る船対馬行きですが、途中壱岐という別の島も経由していくわけですね。出港まであと2時間というタイミングで結構余裕を持って着いたので、ゆっくりとお風呂入ってきます。いやー、お風呂気持ちかったんですが、ちょっと激混みで、あなたたちみんな船乗るってことなんですかね。みんながみんな対馬に行くわけじゃなくて、多分五島列島とかそっちの方にも行くやつがあるので、みんながみんな対馬に行くわけじゃないと思うんですが、ここでリフレッシュして、じゃあ今から対馬に向けて上陸していきましょう。でもなんかいい旅になりそうだ。さあ、お風呂でしっかりリフレッシュしたところで、あとは船を待つのみと。ちなみにこれから乗るフェリー筑紫1棟の部屋を取りました。2棟はいわゆる大人数の雑魚寝部屋で、1棟は少人数の一応個室みたいな感じにはなっているそうで、この日明石駅からずーっと在来線に乗ってきて、充電とかも全然ままならなかったので、1棟でしっかりゆっくり過ごしていきたいなと思います。船自体もそんなに乗車時間長いわけじゃないんで、ここでしっかり歯磨いちゃって、出港30分前に夜乗船開始と。この鉄道にはないこの独特なボーディングブリッジを渡っていく感じが、船の旅の特別感を盛り上げてくれます。これが東京からの21個目の乗り物、九州郵船フェリー筑紫伊豆原港という対馬の一番南の港に向かいます。さあ、この日お客さん結構ゾロゾロと乗っていらして多かったんですが、1棟は限られたメンバーしかいないということで、今回まずこの個室っぽい、ただ4人分の布団がありますけども、4人で使える個室ということで、まずはここに通されました。他のお客さんが来なければ貸し切り、全然来る可能性ある。今のうちにレポートしていく。本当にこのぐらい意外とプライバシーもなんもないんですけども、コンセントは一応1箇所だけあるっていう、ちゃんとした個室を想像してたんですけど、ちゃんと救命胴衣もあって、なんか空気清浄機みたいなやつとテレビもあって、これでも別の人いたら気まずいだな。今日はもう寝るだけですから、今日の0時5分に出港して、で4時に到着するんですけど、どうやら7時までこの船に入れるみたいなんで、4時に出たところで何もバスとかも何もないんで、寝るしかないですよね。寝ましょう。睡眠は何よりも大事です。これで誰も来ないことを祈りつつ、あとは全然誰が来てもしょうがないですが、公共交通機関ですから出港の時間を待ちましょう。さあ、出港直前、日付をまたぎまして午前0時2月23日。先ほど動画を回していたお部屋は別のご家族連れに譲ってくださいませんかという船の従業員さんからの申し出がありまして、そちらに譲って私単身なので別の部屋に移動します。その部屋は先ほどよりも大きめな8人ぐらい入れる部屋だったんですけども、先にお一人男性の一人のお客さんがいらっしゃいまして、その方と相部屋ということになりました。そして0時5分、博多港を出発しました。気づいて発車してましたね。フェリー築紫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。本船はただいま
行き芦部港経由対馬伊沢良港へ向け出港いたしております。本船の芦部港到着予定時刻は2時15分、対馬伊沢良港へは4時50分頃の入港いたしております。本日海上の方式模様となっております。本船揺れて航海いたしますので、船内歩かれます際はお足元にご注意くださいまして、お怪我のございませんようお願いいたします。いや、しけ模様って言われちゃったよ。いや、どうしよう、大丈夫かなと思いつつ、一応船内も探索してみました。こういう風に上にラウンジがあって、ラウンジは1棟の方専用の部屋となっています。そしてこの階段の下の方に2棟の大部屋の雑魚寝部屋があります。で、一応1棟の部屋にコンセントあったんですけども、一つしか挿すとこがなくて、先に別のお客さん使ってしまわれてたんですけども、さすがにこちらもちょっとだけでも充電したいということで、船の従業員の方に分岐ケーブルを貸していただいて、一緒に使わせてくださいということで貸していただきました。いや、大変ありがたい。これも旅は道連れということで、他の方いるんであんまりちゃんと部屋を映せませんが、ここはもう掛け布団が上質なのびのび座席って感じで、8人分布団があったわけですけども、今回2人しかいないんで、2人分の布団を、敷布団と掛け布団を敷いて、しっくり寝ることができました。サンライズののびのび座席よりはかなり快適です。また揺れ模様ですよね。どうなるかって感じで、これが船の旅って感じがします。この日も明石駅からも早朝6時ぐらいに出て、この時間までずっと起きっぱなしだったので、しっかり寝て明日の対馬の観光に備えようと思います。ということで、おやすみなさい。進行方向に向かいまして右側、来るべき案内所横の方からとなっております。切符をお一人一枚とお持ちくださいまして、係員の方へお渡しくださいませ。ドライバーのお客様は各階段ご利用くださいまして、白交換でお入りくださいませ。同乗者のお客様の車に乗ったままの上陸はできませんので、運転手の方のみお車の方をお入りくださいませ。おはようございます。朝の5時です。この部屋にもう一人いたんですけど、4時半に伊豆原着いた後にもうすぐ出られて、今この部屋に一人なんで動画回してます。いや、しかし結構揺れたな。まだ日の出前なんで真っ暗ですが、風に対馬ですね。対馬ついてます。壱岐という別の手前の島にも泊まったらしいんですけど、何もアナウンスなかったんですけど、多分途中着いたんでしょうね。対馬がこうあって、南に今伊豆原があって、でこの人差し指の先っぽが日高津ってところで、伊豆原から日高津までバスで行くんですけど、それが11時とかなんで、この時間降りてもしょうがないんで、私はもう一眠りします。はい、おやすみなさい。足元ご注意ください。さあ、朝の7時ぐらいです。対馬着きました。おはようございます。4時半ぐらいにこの港には着いてて、そこからもう2時間爆睡でしたね。私が乗るバスというのはまだ3時間ぐらいあるので、どうやって時間を潰そうかな。登山のターミナルの方って言うんでしょう。とりあえずバスの時間まで伊豆原フェリーターミナルで時間を潰すことにしました。結構新しめな建物で最近改築されたようですね。さあ、血圧を上げるための朝ごはんタイムということで、まずはこのコーヒー牛乳。瓶のタイプは終売してしまったコーヒー牛乳。これなんと昨日の銭湯で買ったやつなんですけども、本当は購入後すぐ飲んだ方がいいです。そしてもう一つこちらパンですね。福岡のご当地菓子パンマンハッタンという、これ博多駅のファミマで売っていましたが、こういうご当地パン大好きでよく食べます。この甘いチュロスに甘いチョコレートがかかっていて、血圧も上げ上げ気分上々です。先ほど乗っていたフェリー筑紫はこれから博多行きの船ということで折り返すということで準備しているんですね。伊豆原港はかなり対馬の内陸に入り組んだ湾のような形をしていまして、ここから船に出て行って壱岐を経由し博多に戻っていくということです。1時間2時間ほど動画撮影して暇を潰していたら、さっきの船が折り返して博多に戻って、軍人さんというか自衛隊員の方に行っちゃいましたね。
対馬って国境離島なので自衛隊の駐屯地があって、そこに自衛隊の車とかも止まっていて、これから本州とかに運んでいくんでしょうね。で、時間は1時56分、9時と。僕が行きたい対馬博物館が9時半開店なので、今からちょっと動き始めますかね。対馬到着してもう4時間ぐらい経ってしまってますけども、いよいよ本格的に対馬の街に繰り出します。私が降りた国内線ターミナルと別で国際線の便もここに発着していて、こっち側にもうむしろ韓国語の方が目立ってない。手間どハングル実はちょっとだけ勉強して読み方だけは分かるんですけど、読めたところで意味が分からなきゃしょうがないんですけど、歓迎日本遺産の島、左側にハングルがデカデカと掲げられてます。いやーすごい、本当に韓国近いんだな。国境の島対馬、よう来たにゃん、よう来たにゃんもハングルで入ってるけど、これにゃんの要素って入ってるのか、ハングルに。多分入ってないんじゃないで、ここ対馬の最大の町厳原は昔から城下町として知られていて、朝鮮半島と日本の取引の拠点の場所ということで、昔から本当に栄えていたそうです。で、お城の跡とかこの後行ってみようかと思うんですが、結構街中でかいんですよね。昨夜船に乗って来てるわけですから、これ離島っていうことは理解してるんですけど、あんまりそれっぽくないのがすごいな。対馬に離島の雰囲気を感じない何よりの名所がこれでしょう。東横イン。東横インのある離島なんて聞いたことあります？しかも厳原だけじゃなくて、日高にも東横インがあるんですよ。東横インだけじゃなくて、厳原にはね、これもある。ファミリーマート、コンビニがある離島は他にもいくつかあると思いますけどね。とはいえあんまり例はないと思うんで、いやーすごいな。本当に九州から離れてきたと思えない。ここだけ聞いとったら、兵庫県とかの城崎温泉とかその辺りにも見えてくるような雰囲気しますけど、完全にここ対馬離島ですからね。せっかくなんでさっきのあそこのファミマでお茶買いました。でもファミマ見ましたけど、もう普通のファミマでした。離島っぽい特徴、農産物が売ってるとかあるかなと思ったら、全然そういうのもなく、本当に東京にあるファミマと変わらず、てかむしろカップ麺のバリエーションめちゃめちゃ多かったな。で、なんといってもやっぱハングルの案内がたくさんあって、湯沸かし器のポットのやつにも日本語とハングルが併記されてて、いやすごいな。で、これがさっき見た東横イン、めちゃめちゃでかい。反対側にマックスバリュー、イオンまであるんですよ。うわすげえ。いわゆるイオンのマックスバリューのスーパーとか、惣菜屋さん、パン屋さん、あと松清もある。松清にしたらすごいおとなしめですけど、あれは作ってんのか。いろいろお店もありますが、その中に一つモスバーガーもあるんですね。これですよ、対馬といえば。この後朝7時からやってたんで、朝から行くこともできますが、朝ごはん買っちゃったんで。モスバーガーと反対の厳原郵便局はどこにもありますけど、ちゃんとハングルまで書いてある。ハングル書いてある郵便局って初めて見たな。看板の横、厳原郵便局は韓国釜山広域市影島郵便局と姉妹郵便局です。だからハングルも書いてあるんだ。いやー面白い島だな。さあ、日高へのバスがまだまだ時間があるので、こちら対馬博物館見てみましょう。結構立派ですよね。こう石造りの壁が結構街のあちらこちらにあって、本当に城下町らしさっていうのをすごい感じます。さあ、厳原のバス停からもほど近いところにあるこの対馬博物館見学する前に、その隣にこちら金石城跡というまさしくお城の跡ですね。ここは1582年に対馬の戦国大名宋正盛という方が建てられたお城で、今はこの櫓の門だけが復元されて残っています。そしてここからいよいよ対馬博物館を見学。ただ動画の撮影は NG ですが、静止画は OK ということで、ここからいろいろかいつまんでご紹介していきたいと思います。
離島の博物館というと勝手にすごい古い学校の建物みたいな感じなのかなって想像したら全くそんなことはなく、なんと2022年にできた結構新しめな博物館なんですね。外観もそうですが中もこういう風に真っ暗な部屋にいろいろな展示物が保存されていて、この建築デザインを見るだけでもかなり圧倒されます。展示物の細かいところは実際に対馬に行って見てくださいということで、その中の小松的にかなり面白いなと思ったところをかいつまんでご紹介させていただきます。まずこの裏社会の経済活動というただのパネルなんですが、今の人々と昔の人々とで対馬の形の認識が違ったという話なんですね。今はもう完全に Google マップの通り、海の中にこういう対馬の島が一つあって、その中を陸経由でも海経由でも人々が行き来するという地図通りの認識なわけですけども、昔はもちろん地図こそないし、かつ対馬自体もかなり陸地が山がちで道路が未発達なところもあったと。ただ海はもう昔から船で行き来できるので、必ず海を通って別の自治体とか集落に移動するという、こういう認識だったわけですね。海こそが道だったという。いや、これはすごい面白い認識の違いですね。こう対馬の何よりの特徴といえば立地ですよね。日本と朝鮮のちょうど真ん中に挟まれている島ということで、日本の人々と朝鮮の人々がそれぞれ行き来していたということで、そんだけ両方の国の文化を交わるという、この象徴となっているものがこちらです。何の変哲もない普通のお寺の鐘ですけども、こちら和漢金光章という日本式の鐘の柄と朝鮮式の鐘の柄がミックスしちゃったという、お寺の鐘でミックスしちゃったなんてあるんですかって感じですけども、確かよく見ると日本のフォーマットの模様に朝鮮の独特な模様があしらわれて、確かミックスしちゃってんだな。対馬をかつて治めた大名宋義俊さんという方の名言があります。こちら島は島なりに治めよという。もちろん日本のトップにも従う必要はありますが、朝鮮はかなり近いので関わりもそれなりにあったという。日本と朝鮮両方に気を配る必要があったということですよね。それを象徴とするようなエピソードをご紹介します。かつて戦国時代に天下統一を果たした豊臣秀吉という方がいまして、その人が日本のある意味トップになったわけですけども、その人が朝鮮国王を来日させるようにこの対馬の宗師に命じたんですね。日本のトップ豊臣秀吉の命令は絶対なわけですけども、宗師は朝鮮ともかなり関わりがあって、その朝鮮の王様、言うなれば取引先の相手の社長にね、いきなりお前来いなんて、いやそんな言えるかよって話になりまして、ただ豊臣秀吉の目的も達成しないといけないので、なんとこの右のクジャクがさりげなく言ってますけど、国書を偽造してお祝いしてほしいっていう内容に変えたんだって言ってますが、要するに偽造したんですよ。豊臣秀吉の国書をそのまま持って行ってしまうと、朝鮮のトップになんだこの野郎って怒られてしまうので、その豊臣秀吉の内容のニュアンスを絶妙に変えるために印鑑まで偽造して、それで新しく国書を偽造して朝鮮に持って行って、その朝鮮から豊臣秀吉に宛てた手紙というのをこれまた偽造して印鑑を偽造してしまうという、現代だとすごいスキャンダルになりそうなことを平気でやってのけたわけですね。でこう押してみようってありますけど、要するにこの偽造印を体験して押してみようということで実際に押してみました。こちら偽造印体験用紙という、実際にあったこの偽造印の柄をあしらった印鑑を実際押してみることができるというわけですね。いや自らめちゃめちゃネタにしてんじゃん。そしてこの複製されたものですけども、偽造した手紙を展示されているということですよね。その朝鮮からの偽造したお手紙を豊臣秀吉に持ってって、またそのお手紙にお返しが来ちゃったから、またバレないように書き換えるしかないねとか言ってますけど、それ日本と朝鮮の狭間で頑張る中間管理職みたいながめちゃめちゃ偽造して犯罪に手を染めてるみたいな感じですけど、いやすごい苦悩を伺い知ることができる、そのぐらいの立ち位置にいたわけですね。そしてその戦国時代から時を経て、今度は宗氏の末裔と朝鮮の国王の末裔の男女が結婚するだったりとか、あとは日本とロシアが戦った日露戦争の日本海海戦もこの対馬のあたりで繰り広げられましたし、もう古代から戦国時代現代に至るまで、もう対馬はもう重要な出来事がめちゃめちゃ多いんですよね。もうこの島を一つ取ってみても日本の歴史をずっと学ぶことができる非常に
重要な島だということを改めて感じさせられました。いや、すごい立地だったわ。いや、この博物館かなり面白いので、対馬訪れた際にはぜひ行ってみてください。さあ、博物館見学を終えていよいよ移動の再開です。博物館から徒歩1分ほどにあるこの伊豆原というバス停から旅を再開していきたいと思いますが、この伊豆原という町は対馬の南側にありまして、ここから一気に一番北の日高津という町までこの路線バスで北上してしまおうということなんですね。そして離島だからと侮る中で、この道のりなんと 88.5 キロもある長い道のりを2時間45分かけていくというとてつもない路線バスですね。さあ、対馬交通のバスがやってきて、青と緑の可愛らしい彩りですが、と思ったら先ほどの別の路線バスで、こちらですね、こちらに乗っていきます。これが日高津港国際ターミナル行きのバスということで、もう港まで直通してしまうんですね。さあ、伊豆原からどんぐらい乗ってるかと思いきや、結構15人ぐらい人が並んでいらっしゃって、ほとんどがスーツケース持った方で、よくよく会話を聞いてみたら韓国語しか聞こえなかったので、多分ほとんどの方が韓国人だったんだろうなと思います。日本人は多分自分だけという異様な状態ですが、伊豆原を10時58分発車していきました。自分と運転手以外はほぼ韓国人で、街の外には離島とも思えないような素晴らしい繁栄を遂げた伊豆原の街が広がっています。もう何もかも違和感ありまくりの旅路、どうなるのかすごい楽しみ。このバスは対馬病院、対馬山猫空港、南津、国際ターミナル行きでございます。 오늘은対馬교통버스를 이용해 주셔서 감사합니다. 이 버스는対馬병원,対馬山猫さあ、伊豆原の町を出てほどなくすると坂を登りまして、山を越えると一気に海の海岸沿いに出ました。おお、綺麗な海、晴れててよかったですね。そして南の町伊豆原から北の町日高津まで88キロかかると言いましたが、対馬のすごいところは大きさだけじゃなくてこの海岸線なんですね。島の海岸のほぼ全域がリアス式海岸となっておりまして、海岸線の総延長はなんと 915km、東京から福岡までだいたい1000キロというぐらいですから、もうそのぐらいの距離の海岸を対馬は誇っているという、もうとんでもない島ですね。そして海側に出てほどなくしてまた内陸に戻ってきまして、おお、ベスト電機とかゲオもある、ゲオのある離島いいっすね。ここまた別の三島という集落なんですけども、ここもかなり栄えてまして、島の中の移動になくてはならない車を販売している店だったり、あとドラッグストア森とかライフベース、そしてまた松本清、この辺に来ればとにかく生活には困らないですね。そして驚いたのこれ、無印あるんですよ。無印あんの？さあ、無印良品が初めてこの離島に出店したのがこの対馬ということで、もうここだけ見ると本当に九州のどこかかなと勘違いしてしまいそうですが、紛れもなく離島です。さあ、路線バスあるあるでいうと病院を通過することで有名ですが、この路線もご多分に漏れず通過していきます。対馬病院を経由して、もうちょうど駐車場のど真ん中を突き進んでいくのが面白いですね。そしてまたほどなくして今度は坂を登ったと思ったら、今度はこちら11時30分対馬山猫空港というのに停まります。ここは対馬唯一の空港で、天然記念物山猫の名前を冠した空港となっているわけです。この空港、建物としては割と小ぶりではありますけども、福岡空港と長崎空港から1日 4,5 便が飛んでくる、それなりに便数的には多いです。ちなみに2009年から13年までソウル金浦空港からの便もあったということで、やっぱこんだけ近かったら韓国との飛行機もあるはずですけども、最近はやっていないみたいですね。今はそんなでもないですが、数年前は対馬の仏像が韓国人の手によって盗まれたりとかして、日韓関係も結構アップダウン激しい感じになってますからね。この空港からまた韓国に飛び立つ飛行機がやってくるのはいつになるのでしょうか。路線バス乗ってて気づいたんですが、対馬って道路のアップダウンめちゃめちゃ激しいんですよね。だからどれが一つがすごい山が高いとか低いとかそういうのもなくて、とにかく山がボコボコボコっとなっていて、そこに道が作られているものですから、ずっと上り下りを繰り返しているという、いや、これは道路通すのもかなり大変だったんだろうなというふうに思います。そして高いところに登ってきたと思ったら赤い橋が見えました。こちら万関橋という
対馬における上之島と下之島の境目にかかってるんですね。対馬っていうのはそもそも2つの島を総合して呼ばれている名前でして、この上にあるのが上之島、下が下之島というそのまんまやんという名前ですが、この島の境目にかかっているのが先ほどの万関橋なわけですね。島の接続部分なんでちょうど陸地も狭まっていまして、先ほど右側に海岸が見えたはずですが、左側に海岸が見えています。と思ったらまた右側にこれ水が見えました。湖でもなく川でもなく海なんですよ。いやー、これは面白いな。この日本当によく晴れていて、海のコバルトブルーが綺麗に見えていますが、一見すると夏のようにも見えますが、撮影時期は2月です。めちゃめちゃ真冬です。リアス式海岸の特徴でやっぱり入り江がたくさん点在しているということで、その入り江が集落の近くにまで続いているということですから、これは確かに船を出しやすいですよね。やはり昔からの交易路は海だったということが、実際の空気を見てみると確かにそうなんだなというのがよくわかります。ただでさえでかい対馬とはいえ高速道路は何もありません。全部一般道なんです。なのでこういう風に上下左右に曲がりくねった道が約3時間も続きます。いや、最初の方は楽しいですが、だんだん疲れてきましたね。さすがに最近の土木技術の進化でこういう風に新しいトンネルが作られたりしていますけども、昔はこういうトンネルもなかったわけですからね。一個一個山を越えるだけでも一苦労ですよね。もう本当に昔は陸上でアクセスする道がなく、船以外では行けないというような集落がいくつもあったんだそうです。そりゃ船が重宝されるわけだわ。対向車線を突っ走るのは長崎県警のパトカー。そう、ここ長崎県なんですよね。福岡から来てるから一見福岡の続いているようにも見えますが、ここはなぜか長崎県です。ちなみに上の青看板に佐賀って書いてありますが、これはもちろん佐賀県のことではありません。対馬のどっかに佐賀という集落があります。そして伊豆原を出発して1時間15分ほど2位という途中のバス停に停まりまして、ここで5分のトイレ休憩を挟みました。3時間もトイレのない路線バスずっと乗ってたら大変ですからね、トイレ休憩も必要です。ちなみにこの2位というバス停の近くに渡積神社という海の上に鳥居が立っている風光明媚な神社がありまして、対馬でも結構有名な観光地となっています。対馬は山もあり海もあり、そして川もあります。川に架かる橋を渡ってまた別の集落に入りました。ここは峰という集落なわけですが、対馬市峰行政サービスセンターというのがあります。ここはなんとかつて峰町という町の町役場だったわけですね。もともと対馬の中に6つの自治体が存在していたわけですが、2004年に対馬市という一つの町に合併されまして、それで今やってるわけですけども、このかつての峰町の役場が今も行政サービスセンターとして引き続きこの建物は使われているということですね。さあ、先ほど万関橋あたりはすごい海も近くにあってかなり風光明媚で車窓も楽しかったんですけど、だんだん島の内陸をずっと突き進むようになってしまって、もう風景はずっとこういう感じ。かつこの曲がりくねった道ですかね、路線バスもなかなかスピードを出すことができず、これで3時間ですよ。いやー、なかなか厳しいものがありますね。だんだんこういうローカル鉄道路線とかバス路線で車窓に見るものがなくなってくると、今度はどういうお客さんが乗ってくるのかなというのを楽しみに見ているものなんですけども、このバス途中から乗ってるお客がほとんどいないんですよね。ずっと私日本人1人と十何人の韓国人のお客さんがずっと伊豆原から乗りっぱなしで、周りの方もだんだん疲れて居眠りを始めています。全く途中から乗ってきてないわけではないですが、本当に地元の少年が1人と高齢者が2人ほどで、乗っては降りて乗っては降りてをポツポツ繰り返して、ずっと乗ってるのは本当に我々だけです。とはいえどんな道でもひったかつまで続いているわけですから、いよいよ日本出国の時が刻一刻と近づいています。この建物から見える日本の国旗も輝かしく特別なものに見えます。そして伊豆原を出て3時間弱、いよいよひたかつという輝かしい3文字が見えてまいりました。ちなみに前方のバス表示器右側にはこういう風に白字でハングルも表示してあるので、韓国人観光客にも分かりやすい対応が取られています。終点国際ターミナルでございます。
이제 곧 종점 국제터미널에 도착하겠습니다. 내리실 때는 버스가 멈춘 후에 자리에서 일어나 주십시오. 놓고 내리는 물건이 없는지 다시 한번 확인해 주십시오. 오늘은 승차해 주셔서 감사합니다.いやー、伊豆原から2時間半、東京大阪の新幹線並みに乗りました。ここが日高津港国際ターミナル。ここからいよいよ出国します。で、船まではね、まだ数時間あるので、どっかで腹ごしらえと行きましょう。ほとんどの人が始発の伊豆原から乗ってこられて、多分この僕が乗るのと同じ船でプサンに帰るんでしょうけど、あのお店とかもほとんどハングルですよね。何屋さんなんだろう。日用品っぽいけど、後で覗いてみようかな。お店は結構いろいろありますね。そして何より本当に韓国人ばっかり。これ本当に日本だよ。日本ですよね。対馬は日本の領土ですけど、こんな人気なんだな。それはそれでいいですけどね。チングヤとかも完全に韓国語の料理名がありますけど、でも普通に美味しそうだな。海鮮丼どうしようかな。でもな、私バスを降りたのが13時半頃で、お昼時にはちょっとだけ遅かったので、数少ないやってるこのお店、岡部食堂さんで腹ごしらえと行きましょう。日本で最後の腹ごしらえです。と思って店内入ってみたんですが、すごいハングルのポスターで溢れ返っていて、こうやって韓国語をたくさん勉強して頑張ってるんだなというのが伝わってきますよね。まずはお刺身ですね。もうここにはもう全て美味しかった。本当に美味しい。対馬は白身魚が有名なんですね。だからね、タイとかサバとかいろいろありましたけども、もうどれも身が引き締まっていてプリップリで美味しかったです。それ生魚だけでなくて天ぷらまで来まして、ナス、かぼちゃ、人参とか、あとはアナゴの天ぷらですね。やっぱ対馬はアナゴがかなり人気らしいですね。本当に美味しかったです。さあ、岡部食堂でご飯食べて、いや美味しかった。やっぱ魚ですね、対馬はね。いろいろお店の人ともいろいろお話しして、私はお店の中の唯一の日本人だったんで結構珍しがられてました。てかもう顔からしてちょっと韓国人だと間違われて、最初花って要するに一人って韓国語で聞かれたんですけど、あ、一人ですって言われたら、あって言われて、そうですよね。このぐらい韓国の人多いから。突然お菓子のねサービスの最後にもらって、うまい棒とチョコレート。じゃあもう日本でやり残したことはもうほぼないですね。じゃああとは韓国に渡るだけと。今でもなんか韓国のお客さんめっちゃ多いイメージですけど、コロナ前とかもとんでもない数の韓国の人がいたらしくて、日高津の港から出る船も1日10便ぐらい来てたらしくて、そんなに来たらもうこの街で溢れ返っちゃうんですよね。コロナを経て今ちょっとだけ落ち着いてるみたいですけど、いやまたそこから増えるんじゃないですかね。人生初の海外、ついに韓国行ってきたいと思います。さあ東京から2日半、長い道のりでしたが、いよいよ出国、やっと出国です。私はこのパンスタークルーズというこちらの船でプサンという町に渡ります。本当対馬ってこんなに人気だったのかっていうくらい韓国人の人が何百人とひしめき合っていて、本当にマジで日本人がいない。受付の人にもアニョハセヨと言われまして、確かにそれは韓国人の方ばっかりですから韓国語で喋りかけるわけですけども、こんにちはって言いまして、あっていう私と言われました。そしてこちらがチケットです。こういう風に飛行機っぽいチケットで出てくるのがかっこいいですね。2階にこういう風にテレビのついている待合室があるわけですが、テレビはもちろん日本語で何の翻訳とかもないので、それを見ている方は一人もいません。あれ、俺ってもう出国したんだっけって一瞬不安な気持ちになりますが、ここは紛れもなくギリギリ日本です。さあ、私が乗る船の一本前のやつを見送っていきましょう。これも韓国の会社のニナというところが運営している船で、これも対馬からプサンに向けて出発していきます。そして私が乗るパンスター号もいよいよ出港の時間。来ました。人生初の出国スタンプ、日高2来ましたね。めちゃめちゃ薄いですけどね。そしてこれだ。ついに来た。ついに乗り込むんです。これに乗って人生初の海外、
パンスター号やってきました。韓国の国旗の太極旗の色を持ちてるんでしょうかね。いよいよ韓国への気分が高まっていきます。東京からついに23個目の乗り物、パンスター対馬リンク対馬港行き、こちらで出国していきたいと思います。そしてこの船もまあお客さん多くてですね、後ろにもだらだらと行列が続いていて、多分2、300人乗れるんでしょうかね。とはいえこの船は完全に韓国の船ですから、もうここから外国なわけですけども、いや言語大丈夫かな。俺ちょっと韓国語別に喋るわけじゃないからな。理解です。はい、こういう時の日本語ほどありがたいものはないです。さあ私は2階のプレミアム席、船でいう一等席、こちらに乗っていきたいと思います。人生初の出国はお金をかけたいです。運賃は14,900円、若干高いですがまあしょうがないです。プレミアム席はこういう風にお菓子がついていまして、座席に1個ずつ配られているのが印象的でした。座席は普通の新幹線とか特急と似たような作りで、結構がっしりとした作りになっているので座り心地はいいです。とはいえ1時間半ぐらいしか乗ってませんからね、こういうのでもいいんでしょう。さあ船が出港する前に先ほどのお菓子を紹介していきましょう。こういう分厚めのクッキーが2枚とミックスナッツの袋が1枚、そしてお手拭きもちゃんとついていて、で私は抹茶クッキーをいただきます。抹茶すごい私好きなんですけども、結構美味しいんですよこのクッキー。お味噌しましたという感じで、なかなか素晴らしいお菓子だと思います。乗客の皆様こんにちは。本日も関西対馬リンク号をご利用いただきまして誠にありがとうございます。乗客の皆様に公開中の昼食についてご案内申し上げます。関西対馬リンク安全カードをよくご覧になってくださいます。お願い申し上げます。ありがとうございます。人生初の海外渡航がまさか船になると思ってもみなかったですけども、我ながらおつな選択をしたもんだと思います。さあちなみにこの船なんと最高時速75キロも出す優れもので、1時間10分後にはもうプサンの街に着いてしまうというもんですからね。そういう意味ではかなりあっけないようにも見えますが、なかなか頼もしい優れものです。さあ日高津の港を出てしばらくすると、こういう風に船内紹介ビデオとか緊急事態の時の対処法のビデオが流れるわけですけども、最初ちょっと待って、全部韓国語じゃねえかと、これじゃわかんねえよということで頑張って Google レンズで必死で翻訳して文明の域を使ったわけですけども、この後にちゃんと日本語の VTR も流れるのでご心配なく。さあ東京駅から2日と10時間半という長い時間をかけて、ようやく日本と韓国の国の境目にたどり着くことができました。東京駅からずっと各駅停車の在来線と路線バス、そして船を乗り継いでずっとスローペースな移動を延々続けていたわけでして、全くもって韓国に向かっている実感は今まで湧いてこなかったわけですけども、ただ先ほどの日高津での出国審査と、あと柵で覆われた港の景色を見てですね、いきなり国という概念が自分の目の前にはっきり現れたことに結構感動しまして、いやずっと日本国内の移動しかしたことがなかった自分にとって、これはもう間違いなく今から外国別の国に行くんだなというのをここで初めてはっきりと感じ取ることができたわけです。今までに感じたことのない謎の感覚をかみしめつつ、時速75キロで海面は流れていきます。さあということで、今から私の人生初の出国という感動的なイベントを皆さんにお目に入れようかと思いますが、ちょっとなんか様子がおかしいですよね。なんかいろんなところを見たり、ずっと口をパクパクさせているわけですけども、ですね、酔いました。めちゃめちゃ酔いました。というのもですね、この日の対馬海峡かなりしけ散らかしてまして、かなりねしんどいですね。ただでさえ75キロという高速で移動する船ですから、揺れも凄まじいものとなっていまして、遠くの壁にあるテレビを見て気を紛らわせようと思いましたが、これは韓国語なんで全く意味がわからない。乗客の皆様にご案内申し上げます。指定のため船が揺れております。乗客の皆様は座席から離れないお願い申し上げます。何がありがとうございますだこの野郎と覚えつつ、こればっかりは自分の三半規管の弱さを恨むしかないですね。ずっとこういう風にか細いスースーした呼吸をずっと続けて、なんとか耐えています。
私自身そんなに頻繁に船に乗った経験もないので、どのぐらい揺れるのかというのは未知数だったわけですが、にしてもこの日の対馬海峡は荒れに荒れてましたね。日本海と東シナ海の結節点ともなる重要な海峡なわけですから、揺れるのは仕方がないと思いますが、いやー本当にきつかった。かなり動画を回してる余裕も全くなくてですね、気づいたらプサンについていた映像になっているわけですが、もうここまでとんでもない苦労があったわけですが、映像からは何にも映っていません。遠くのプサンの街並みと夕日が見えています。ということで、もういよいよ韓国がやってきました。いやー、ちょっとこの感動をどうしてくれんだよという、もうね、酔いのせいでかなりガクンと感動が落ちてしまいましたが、こればっかりはもう酔いはしょうがないです。これもこれで旅のいい思い出とはなりました。室内ではこういう風に韓国のテレビがずっと流れていて、ニュースの後はCM とかが流れていたわけですけども、 CM 意味は分かんないですけど、なんとなく日本の雰囲気にも似ていて、そこはかなり親近感を覚えましたね。乗客の皆様にご案内申し上げます。まもなく本線の目的地、釜山港に入港します。忘れ物ないようにご確認お願いいたします。本日も改札姉妹リンクをご利用いただきまして誠にありがとうございます。さあ、数少ない私日本人のためにアナウンスしてくださってこちらこそありがとうございますということですが、スマホを見ると公共安全警報という何やら物々しい感じですが、この韓国でよくあるやつで、災害とか緊急事態が発生した際に流れる警報だということで、全員のスマートフォンにこういうのが流れるんだそうですね。ネットで調べたら、こういう山火事だったり、あと誰かが行方不明になったとか、そういうことでこういう安全警報が流れるらしくて、結構韓国旅行ではあるあるのおなじみの光景ということらしいですね。いよいよ東京駅から丸2日と12時間かけてプサン港に入ってきてしまいました。いやー、ついに外国が目の前に広がっている。てか、先ほど出国審査をやったということは、これが入国審査が待ち構えているということですよね。審査は2回受けるっていうのもなかなか緊張しますけども、これでなんか入国禁止とか言われたらどうしようと思いますが、さすがにそんなことはないでしょう。プサンに着きました。死ぬかと思った。いやー、でも初海外降りました。おめでとうございます。税関とかいろいろな処理を乗り越えて初外国。もうセブンイレブンじゃん。船でめちゃめちゃ酔って船酔いしまくったんで、ちょっと水の一つくらいセブンで買いたいんですけど、ちょっとね、今5万ウォン札しかないから、今それで買うのもなと思って、プサン駅のすぐ近くに東横インを取ったんですけど、そこでラオパスっていう、日本のスイカみたいなやつが手に入るっていうのがあって、それで買い物した方がすごい楽なんで、うわすごっ、こんな感じなんだプサンって。すごい、こんな感じなんだ。うわー、長崎を超絶豪華にしたらこんな感じなんだね。うわすげえ。へえ。寒い。高層マンションとかめっちゃあるんですけど、その上にあそこに電飾つけんだ。そこつけてもどうすんのって感じだけど、いやすげえ。マジで寒い。さっきも酔いすぎて汗だらだらにかきまくって、ただでさえもう冷や汗がすごいので、ソウルとかもっと寒いんでしょ。いやばいっすよね。ほら見てください。ヒュンデだよ、ヒュンデ。ヒュンデだよ。いや本当にあるんだな、ヒュンデって。この右側通行っていうのがね、やっぱり一番不思議なんですよね。左側の向かってる車が一番向こうにある。本当に日本のすごい新宿とかと変わらない街並みですけど、これが GS25 ですね。あとファミマのコンビニがあって、ここだけ見たらちょっと新宿っぽいんだな。いやすげえ。一番戸惑うのはちょっと車がなんと左右反対なんで、一瞬横断歩道を渡るのとちょっとだけ緊張するな。大通りやってきました。すごい。あれ上海門ってなんか中華街みたいですね。横浜みたいな。ガソリンスタンドの佇まいでは、この真ん中が
首都高速で下が明治通りでみたいな。いや、それも全く同じだな。道路だけだな、違和感の。真ん中にバス停があるんだな。ちょっと路面電車みたいで、多分車線が分離されているからああいう作りになってるのかな。こういうところに落書きがある感じとかね、この張り紙の謎の広告、こういうのありますよね、日本ね。もうめっちゃ東横インじゃないですか。二俣川で止まったのと同じだ。ここは韓国なのに東横インがある。よし、今回ここにチェックインします。さあ、人生初の海外での宿泊を安心して迎えたいという一心からプサンで東横インという選択に打って出ました小松交通なわけですけどもね、ここすごいです。本当に日本と全く変わらないです。受付の方も韓国の方のはずなわけですけども、ちゃんと日本語で対応いただけて、もう全く日本と何の対応も変わらなくて、いやー感動しましたね。エレベーターの表示とかも日本と変わらないですからね。この共通点の多い東横インですが、唯一異なるのがこのドアの開き方ですよね。日本は内開きですが、韓国は外開き、手前側に開いてから中に入ります。うわー、実家のような安心感。いや、これは本当に実家のような安心感だ。フロントに入って、で、いざ、韓国だから、なんて話しかけようと思って、ちょっとだけ無言の時間が続いてしまったんですが、もうすかさず向こうの方から、予約の方ですかって日本語で聞かれて、そこからもずっと流暢な日本語でいろいろな手続きをしていただいて、いやーすごいな。本当にここは韓国なのかっていう感じがしますけど、このモニターでも韓国だけど、全部日本語のね、注釈もついてるんで、もう何の心配もないですね、ここ。すごいわ。そして景色もなかなかいいですよ。左側の方が私が入国したプサンの港で、あれがプサン駅だ。おお、すごい。KTX っぽいな。KTX っぽいのが止まってるぞ。その真下を韓国の道路が、うわー、やべえ。めちゃめちゃアドレナリン出る。これはアドレナリンが出るぞ。いや、すごいな。めちゃめちゃ楽しいじゃないですか、韓国。すごいな。唯一怖いのが車ですね。車が逆方向っていうのがちょっとだけ出したら引かれるっていうのと、さっき地元の多分おばちゃんみたいな人と一緒に横断歩道を渡って心強かったんですけど、信号のないところの横断歩道を渡ろうとした時に車がもうブンブン来て、日本だったらちょっといたら止まってくれるのを全然止まってくれないんで、そういう文化がないんだろうな。ちょっと車だけは本当に交通事故だけはないようにしていきたいですね。コンセントがいわゆる普通の日本と同じやつだ。これでいけるんだ。韓国ってコンセントの形もヨーロッパ式でちょっと異なるっていうのを聞いたんで、一応替えのコンセントのいろんなやつに対応できるやつを持ってたんですけど、それじゃなくてもいけるっぽいな。 1층입니다. 문이 열립니다. 初めての韓国でやること、一つ目はホテルのチェックイン、そして二つ目にワオパスを作るということでやってきました。東横インの同じ建物の1階のところにワオパスを作るマシンがありまして、ここでなんと作ることができるんですね。駅まで行く必要がないということで、もちろん日本語にも対応していて、ワオパスカードというのを選択し、新規カードを発行、そしてここからカードにチャージするお金を入れるわけですけども、なんとこれ日本円をそのまま入れればウォンに切り替えてチャージすることができるという、いやめちゃめちゃ便利ですよね。両替に行く手間も省けるというのが大変ありがたいです。そしていろいろな手続きも終えて、いよいよこちら出てきましたカード、 IC のチップが入っています。これがワオパスです。これで韓国のお店だったり地下鉄にも乗ることができます。さあ、港から歩いてホテルチェックインしたり、ワオパス作ったり慌ただしいですが、今度はまた夕食を食べに行きます。チョンギミ分け道っていう、ここは東横インから徒歩7分ほどのところにあるお店です。ビール日本語で運ばれてきましたね。日本人もよく利用する店なんでしょうか。さあ、こちらのお鍋はプサンの郷土料理で、手長ダコとホルモンとエビの辛炒めということで絶対にうまいだろうということで選択しました。そして人生初の海外入国を祝してこちらでビールをいただきます。ジンロっていうのはね、韓国の企業のビールですけど、ケリービールですね。そし
してビールと同時に運ばれてきたこれが水です。水のボトルがこういう風にプラスチックで、飲むコップは銀色のステンレスっていうのがね、なんか韓国らしい独特のスタイルです。さあまたしても日本語で運ばれてきましたタコ刺身。これが私はプサンで食べたかった郷土料理なわけですが、やや閲覧注意なので警告します。3、2、1で表示します。こちらです。動いてるんですよ。うおーすごい。これなんとサンナクチというタコの刺身ですけども、もうさばいた直後の生のタコにごま油と韓国のりではあえたタコの刺身なわけで、 YouTube では見たことありましたけど、やっぱこうやって現物を生で見るとやっぱビビりますね。そしてこうやって吸盤がお皿にベタベタひっつくわけですから食べるの難しいですがね、そんだけ新鮮なタコだということでこちらいただきましょう。箸で取ってもうねうね動いてるわけですから、もう気持ち悪いなと思いつつ口に運んで、ただもう素早くその中で噛んでしまえば全然気にならないです。そしてなんともまあコリッコリでうまいです。韓国の店員さんもこういう風にめちゃめちゃ日本語で話してくださるんですよね。いきなり日本語で話されるとはどうしても思ってもないので一瞬身構えてしまいますが、すごいありがたいです。そして今日のディナーの全容をお届けします。先ほど鍋とサンナクチ以外はもう何も注文しなくても勝手についてくるんです。この小鉢料理はね。このグツグツ煮立ってる鍋をかき混ぜながら周りのおかずと一緒にご飯もいただきます。一番最初に出てきた鍋のレビューを全然してませんでしたが、もうこれがまたご飯に合うんですよね。程よい辛さと海鮮の旨味がマッチしていてね、すごい食べやすかったです。私めっちゃ辛みに強い人間ではないわけですけども、そんな私でも普通に食べれるのですごいおすすめします。人生初の出国と激烈な対馬海峡に酔って酔わされて、とてつもなく体としてはヘトヘトなわけですけども、そんな状態でもお腹は空きますから、一瞬でペロリと食べてしまって美味しく食べることができました。さあ帰ってきました。いやー美味しかったですね。やっぱ一人飯の文化があんまりない韓国なんでちょっと量は多かったですけど楽しみました。でその後コンビニに初めて行ってみて GS25 っていう意外と日本の商品があって、しかもこれ買ったんですよ。これマックスコーヒーですよ、ジョージアの。これ売ってんだと思って、これ甘ったるい感じがマックスコーヒーだ。そしてこれ明らかに山ですよね。多分いろいろあったんでしょう。いわゆるキノコの山よりは結構ちっちゃい箱で、蓋の内側に線を描いて遊ぶやつがありますね。なんか全部こう変な形してるというか、あと比率もチョコが若干日本のものよりちっちゃい気がしますね。韓国って言語全然違うはずなのに、街の見た目とかコンビニも日本っぽいし、日本のものたくさん売ってたし、外国ですけど外国すぎない感じがとても遊びやすいっていうのと、さっき言ったお店も僕の他に5組ぐらいお客さんいて、その後も2組3組ぐらい入ってきたんですけども、1組を除いてほとんど日本人でした。日本人なんかいっていうね。でも日本のウェブサイトがなんかに載ってるからそこにみんな行ってるでしょうね。僕も多分そこを見たんで、そうだよな。そうなっちゃうと悔しいな。悔しいけどでも美味しかったんでいいでしょ。一旦いいでしょ。はい。ってことで今日は深夜のフェリーから伊豆原に着いて、そこからバス乗って駅酔いのフェリーに乗ってプサンまで来たんで、もうちょっと今日はゆっくり体を休んで、また明日は鉄道の旅再開。韓国国鉄のキョンプ線のムグンファ号と、あと普通列車をいろいろ乗り継いでソウルまでなるべく各駅停車で行ってみたいと思います。では今日はもう寝ます。おやすみなさい。